さて、ディアブロ系戦利品を採用したオールドスクールアクション RPG を歌う作品がじっくり早期アクセス中とのことで、今回はダンジョニアの紹介を行います。オールドスクールは伝統的や古風なみたいな意味で昔ながらのアクション RPG となっています。バルターズゲート、ウォークラフト、ディアブロ、ルーンスケープあたりから影響を受けており、もろこれらのようなゲームが好きな人向けです。ディアブロは1作目あたりです。主にマウスでキャラを操作し、敵をクリックしたら自動で通常攻撃が行われます。棒立ちで殴り合うことが多く、その最中スキルボタンを押し、連続攻撃を加えていきます。現代のアクション RPG はアクション性が高く、画面内を飛び回るくらい機敏に動けたりしますが、一方こういう古典的アクション RPG も一部の人には長らく愛され続けています。我々がファミコンを懐かしむのと同じように、コンピューター RPG を好きな人が世界的に見るとそれだけ多いわけです。そんな中、ダンジョニアはよくある昔のアクション RPG を作っただけなのかというと、それだけではなく、独自要素を加え差別化を図っています。ただし、個人開発のため非常に更新がゆっくりです。早期アクセスが開始したのが2022年4月で、発売当初はそこそこ更新が行われていましたが、それ以降は半年単位でアップデートがなされています。それでも確実に新規要素が組み込まれてきています。何よりもキャンペーンモードとエンドゲーム、マルチプレイが初めから出来上がっている状態でリリースされたのが大きいです。作り終えることはできずに放置してしまう最悪の状況は避けられます。本人のやる気次第で少しずつでも調整やら新要素を加えていける方法を取られています。特徴はキャラ作成時選択する2つのスキルによりゲームの遊び方が変化する点にあります。5つのスキルが用意されており、今回選んだのはネイチャリズムとエンチャンティングです。ネイチャリズムは自然主義みたいな意味で、そこらに生えてる薬草を採取しポーションを作れます。回復系からバフ系、あるいは耐性を上げられます。ネイチャリズムを選択しないと薬草は採取できずポーションも作れません。加えて面白いのがこの5つに限っては熟練度システムになっており、採取あるいはクラフトするほど経験値がたまりスキルレベルが上がります。それにより上位のクラフトやら効能的なパッシブを得られます。もう一つのエンチャンティングはハクスラゲーではよくある装備品へのランダム性能を追加できる能力です。あるいは追加能力付きの装備を解体し専用の粉にできます。粉をある程度集めると装備へのエンチャントが可能です。アイテムは敵以外に背景オブジェクトからもかなりジャラジャラドロップするため装備を拾う楽しみが生まれます。まずこのスキルシステムが大変面白いというのがお分かりになるでしょうか。他には鍛冶屋と宗教と盗賊の3つがあります。それぞれ独自の効能があるためこれぞロールプレイングなキャラ作りが可能です。それ以外にはディアブロ系でよくあるスキルツリーがあり、そちらはキャラクターのレベルアップごとに取得できます。どの職業のスキルも取れるため極物の構成作りが可能です。その他特徴は罠システムがあります。ダンジョンのトラップが強力であり、プレイヤー以外に敵もはめられます。敵も罠系の技を使い設置後逃げてはめようとしてきたりもします。自動戦闘のためぼーっとしてると敵を追尾して引っかかってしまいます。はじめの5つのスキルには盗賊もあり、それを選べばこちらも罠を仕掛けられます。といったとても面白いキャラ作りとロールプレイングが楽しめる内容ですが、昔ながらのゲーム性であるという点は留意が必要です。近代のゲームに慣れているとこのスローペースさは合わないかもしれません。しかして落ちるアイテムはきっちりと拾って店で売ればポーションを変えるため、ディアブロ2みたいなガブ飲みでどんどん進めることができます。あくまでこういうのが好きな人向けに作られているため、それを体験してみたい方や、あるいはド直球に好む人はチェックしてみてはいかがでしょうか。現在 Steam で 20% 割引の808円のお手頃価格となっています。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。まずはキャラクターの作成ですかね。性別、じゃあ女キャラにしようかな。バックグラウンド、これはクラスを兼ねてんのかな。バリアント、ファイター系ですかね。見た目的にウォーリアーでスキルを2つ選択するようですね。これは学者かな。魔法使い、これは二刀流使い、ベガボンド、そしてピルグリム、これは聖職者ですかね。スタルカー、弓使い、カルティスト、どっかの信者か。じゃあ今回はこの二刀流でいきましょうか。見た目も変えられる、髪型とかで、このスキルはクールタイム8秒 100% ウェポンダメージ、さらに2つ。一番上これなんだ。ナチュラリズム、なんかハーブをクラフトできんのかな。回復用にね。スミシング、果樹系かな。これはなんか盗む系かな。
一番下はエンチャンティング、マジックアイテム、デストロイ。エンチャンティングにしてみるか。ではシングルプレイヤー。ディフィカルティはまずはノーマル。ああ。さあ、どこの村ですかね。移動はライトクリックしか移動は Q と E で回転ができる。それならば WSD もありそうなもんだけど。ビギンベーシックアタックス。これは自動で攻撃する系かな。スペースバーでね。とりあえずミッション受けてみるか。ガブリエル、ストレンジャー。どんどん受けよう。内容はよくわからないが。グリーンサンブ、ハーブを見つける。さらに、ミスティック・キュリシティ。インベントリは C か。これが装備品のようだね、現在の。あとアイテムがありますね。エスケープスクロール。これ消耗品だ。街に戻れんのかな。で、食べ物、トラベルレーション。ライフが回復する。それとマナポーションかな。ウォーターフラスク。現状スキルは1のみ。そして、クエストログ。他には、アビリティ。リスペックも可能なようですが。これ後でいいや。ここが出口か。ワールドマップ。現在ここかな。こっち行けばいいの。到着した。よし、冒険だ。うわぁ。樽は破壊できる。ね、なんか、早速装備品か。しかし装備ができない。これ装備できそうだけど、いつの間に拾ったんだ。比較は比較機がわかんないな。レザーアーマー。こっちはマナーに器用さが上がる。ディスエンチャント、エンチャント。そんなコマンドがあるけど。エンチャントできんのこれ。エンチャントするためには、なんか必要なのかな素材が。マジックダスト。で、なんだこの声はさっきから聞こえる。あ、なんだああそうだ。プロモーションムービーでもトラップがあることを押してましたね。このゲームは。あれ敵かな。よし、勝負だ。行け。スペースか。おライトクリック。お、できた。バーがいっぱいになるとね、攻撃するようだね。さあ、しかし鼻から。なんだバカ一つなんか。何を来た。ああ、落ちて危ない。回収したい。回収が難しいな。回収できた。いろいろ防具を見つけましたね。ああ、そうか。不要な装備から。ディスエンチャントでね、なんか取れるのかもしれませんね。素材を。装備は、クイック装備とかないの？ないな。ドラッグ&ドロップしかないかな。これは、レッドハーブ。目標の、1個しか取れない。さらにクラブやら、アックスやら。クラブはどうだ？ 2 から7。バイタリティアップ。これは強いのかな？武器を振る速度みたいなのありませんね。アイテムレベルはあるね。ライフはじわじわ回復してる。さらに新手。いけ。おいぞ。コンボでぶん殴った。これなんだこれ。セーバー。アーマーがちょっと弱くなってんのかな。敵の技ですかね。なんだこのプレート。罠かなこれ。あ、これを踏んだのかもしかして。こっちは。罠の音が恐ろしいな、いちいち。なんか、転がってる石に対してもダメージを受けたんだけど。やばい。やられてしまいそうだ。回復したい。そうだ、技ありましたね。使ってなかった。回復するにはこれかな。クリックで食べたかな。ライフ回復してますね。あ、座ってましたね、今ね。あ、立ったら回復やめちゃったかな。食べることで座って回復したんだ。自ら座ることはできないのか。マウスホイールで拡大できますね。ブルーハーブ。これを集めよう。集めることでなんか増えてますね、ステータスが。なんだそこに敵がいる。うわーって言ってるけど。今上がったのどれだ？ネイチャーなんとか上がったんだけど。そんな項目がないんだよね。ここにレバーがあるのかな。スイッチで道が開けた。ディスエンチャントやってみようか。ディスエンチャントして、お、なるほど。マジックダストになりましたね。これを貯めればエンチャントが可能になる。このシステム面白いですね。でもこのキャラの初めに取ったスキル、それがあるからなのかな。さらに槍だ。これもディスエンチャント。よー。エンチャントなんか上がってるよね、やっぱりね。どこで見りゃいいんだ？アビリティかな。アビリティいっぱいあるんだよね。あ、ネイチャーリズム。経験値上がってるね。あとエンチャントも行ったことで上がってる。これ熟練のシステムだ。これは面白いね。で、現状はこれが作れるっぽいね。あ、これはハーブを集める能力ですね。こっちはポーション作れるんだ。あと、スタイル。お、いっぱいあるよ。現状これ覚えてる。ポイント割り振れるっぽいんだけどね。1エコー、3エコー割り振れんのかな。これ鍛えてみる？他にもまだまだいっぱいあるけどね。とりあえずは集中しよう。このトリッキリーに。1ポイント振ったらなんかここが1個増えた。
2、3。これで次これ取れんのかな。ベノマスダート。毒かな。これはリソースだが掘れない。ピカックス能力が必要なのかな。とりあえずレベルが上がったらアビリティポイント。これ得られるのかな。これ取れそうだね。これ2に設定したい。できましたね。これ自体を鍛えらんないのかな。レベル2とか。そういうのはないのか。ヘルスポーション。これ設定できる。ウォーターフラスク。アイテムソートはなしかな。あそこなんかあるよ。ウェイポイントみたいな場所が。ここから戻れんじゃないの。ユーキャンとなんだって。おお、戻れそうだね。さあ戻ってきたが、2人達成したようだね。お金に経験値。レベルが上がってますね、どんどん。これは祈る。マナシュレインか。マナ回復量が増えるのかな。こっちはなんだ。スティール。なんか盗む能力が必要なのかな。You don't have。持ってない。やはり初めに選ぶ。この2つね。これが重要なんだね。あとこのゲームは敵はリスポーンしたりするんですかね。してるっぽいね。樽とかも孵化してる。何度でも取れそうだよこれ。パンツを取ろうとしたら移動を始めてしまった。あれー、あー、ライフ見てなかった。あっさりやれしまった。でなんか転がってんだけど。アイテムは失ってなさそうだけど、経験値を失うとかあんのかな。さあポーションでも作ってみるか。作ることで経験値もたまりますと。どんどん作った方が良さそうだねこれは。これでネイチャリズムがレベル2になったよ。これはなんだ。パッセージウェイ。しかしここにアクセスできない。なんか通路があるっぽいね。進める能力あんのかな。そういう。指輪。アンプリファイファイヤー。なんか指輪に能力がついてる。スキルレベル上がんのかなこれ。となんかパッシブ能力ってないのかな。攻撃以外にね。あるんであれば取っても良さそうだけど。あと回復用の能力。これはインテリジェンスが上がるって書いてあるね。ここら辺じゃないかなこういうの。マナ回復量が増えるかこれ。これも欲しいね。これが回復量増える。ちょっと取ってみようかな。この次だね。ジャンプ。おー、ジャンプした。なんと。ジャンプ、おー、すげえ。ジャンプができる、このゲーム。で、あいつ強そうだな、なんか。やばいやばい。あ、ここだ。ジャンプ。やったー。ちゃんとありましたね、道が。やってみるか、こいつ。ああ、怒ってる。勝負だ。どこ重ねよう。こっちはポーションがあるんだ。いうのやれてますね。うら。毒は、これらか。暗い。よし。やりましたね。レベルが上がって、次はこれができるようになった。エンチャントワーデン。エンチャントしたアーマーもしくはジュエリー。なんかホーリーダメージと闇の耐性がつくみたいな。ボーナスとして。これはパッシブみたいな形なのかな。あと新しくこれが作れる。ディフェンス用のポーションか。お、マップ切り替え？違うマップにつきましたね。ポーション。そこそこ安いか。これは買っといて良さそうだね。たっぷりと。回復アイテム系は。装備品はたらふく持ち帰ってお金にした方がいいよ。レベルも上がって、これで取れるかな？回復量アップ。1個取ってみた。パッシブで書いてありますね。覚えないとパッシブかどうかちょっと分かりにくいんだよな。これは防御力アップか。これ上げていっても良さそうだな。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。